こんにちは、ひかりです。さあ、おもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さんのスーパー戦隊コーナーです。ここショーケースですね。キングオージャー5人揃ってる。やっぱね、戦隊ソフビは全員っていうか、特に5人はね、揃えたいとこなんですよ。揃えた時のかっこよさとか、あと物語的にもやっぱりなんか5人揃うとめっちゃ強くなるみたいな、全員揃うとめっちゃ強くなるじゃないですか。一人一人ってやっぱ仮面ライダーとかと比べるとかなり弱いんですよね。でも揃うと無限の力を出すから、おもちゃとかも揃えたいですよね。ロボもそうだよね。こういうね、全員揃えないと合体しないからね。カーレンジャーとかメガレンジャー系もありますね。携帯ザーとか、だいぶね最近価値で言うと上がってきてはいるんだけど、当時ものはね、プレ版とかもあるんだけどね、プレ版のでも十分遊べると思いますけどね。今最近もね携帯ザーとか出てるけど、核レンジャーとかもある。このショーケース結構面白いんですよ。でこっちに来ると戦隊の変身アイテムとか武器とかの方のコーナーですかね。ゼンカイジャーとか今すごい買いやすい時期ですね。今一番安くなってるのはキラメージャーぐらいかなって感じなんだけど、ジュオージャーとかも一時はすごい安かったけど、徐々にね数が減ってきてはいるかな。で恐竜ジャーとかね、あとやっぱり東映特撮 YouTube オフィシャルとかでやるとそのアイテムが減ったりはしますね。見て欲しくなる人いるもんね。僕もそうだけど、僕は最近はもうね TTFC 入っちゃってるからあんま関係ないんだけど、いいね、メガシルバーで、もうメガシルバー三昧ですね。なんか変身アイテムも武器もあるっていうね。シルバーブレイザーね、かっこいいよね。シルバーブレイザーのね1個難点はかっこよくて全部いいんだけど、音とかもいいんだけど、剣として戦っていい遊びがしづらいんだよ。すぐ折れちゃうのよ。折れるって壊れるんじゃなくて、機能上折れちゃうんだよね、戦うと。それがちょっとだったな。ちっちゃい頃から思ってた。重要者のキューブたちですね。キリンは割と安いんだけどね。キリンとモグラかな、今安いの。安い時はね、このトイプラさんの特価コーナーとかで100円で売ってたりしますね。この日もね、キリンとモグラはね100円でいっぱいあったかな。別にキリンとモグラっていくつあってもいいっていうか、いっぱいあった方が楽しいし、いろんなロボに持たせて武器にできるんですよ。ウェポンだから武器にできるんだよ。そういう意味でね、他のロボに持たせるのもいいかな。僕とかガンマ人に持たせたりしてるけど、手に穴が開いてる系で武器を持つ系のロボには持たせられるんで、他のロボに持たせて遊ぶってこともできますね。こっちはパーツ売りかな。こっちはキーアイテムでちょっと価格が高いやつとかもあったりして、で下の方には100円であったりするんだけど、ここら辺のキーホルダーコーナーとかもいいよね。今こういうマスコットスイングみたいなやつも結構高いからね、300円とかする。お兄ちゃんがいるじゃん。顔の写真が貼ってあるってかなり激アツだなと思って、これマジレンジャー。今のグリーンなんだけど長男なんですよね。レッドが長男のイメージあるけど、そういう感じではなくて、今回はマジレンジャーはグリーンが長男だからね。いいお兄ちゃんですよ。銀河レッド龍馬かっこいいね。銀河レッドもね、もともとね龍馬がなる予定じゃなくてお兄ちゃんがなる予定だったんだけど、いろいろあってね、龍馬がなってるって、弟がなってるんだけど、お兄ちゃんはお兄ちゃんでまた出てくるけどね。これすごいよね。箱入りであったんですよ、レンジャーキーが。なかなかレンジャーキー箱入りでこんだけ見ることはあんまないかな。100円コーナーにいっぱいいましたね。特にねレアってわけではないんだけど、箱入りであることはコレクションしたい人とかにはかなりいいんじゃないかな。今時ね、レンジャーキー箱入りで買えるんだっていう、かなりお得かなと思います。でこっちの方に来ると生き物系のおもちゃのコーナーなんだけど、なぜかねマジカパーティーの、ゲームですね。これペン型ゲームで100円で売っちゃってるんだよな。定価6000円ぐらいしてよなとか思ったけどね、100円なんですよ今は。これね、橋本美代って方が原型を作ってる木彫りの動物のガチャで、しかもこれ象なんだけど、これ限定のやつなんですよ。どっかの動物園かなんか限定のガチャで、かなりクオリティ高いしコレクションにもいいと思いますよ。これおもちゃとしてすごい好き。普通のガチャで1回500円するやつだから、100円でこう売ってるとかなり安いのかなと思いますし、フィギュアとしてのクオリティがいいから、集めがいがあるよ。猫とかもあるんだけど、橋本美代で検索すると、ガチャとかで検索すると出てくると思います。ひらがなで橋本美代だったかな。
結構おすすめですね。普通に500円のガチャで回すのもいいと思うけどね。なんか浦島太郎みたいなのがいる何これこの生き物ガチャとかもね、今ね生き物系のこうフィギュアのコーナーに普通にガチャガチャで回すと300円から500円するようなガチャとかも入ってるんで、これとかも犬パンのシリーズだし、昔は200円とかが多かったんだけど、今結構値上がってるから、そういうのがね100円で買えるのはこういうとこのいいとこかなと思います。場合によってはねカプセルに入ってる状態で売ってる時もあるんで。これねフトアゴンっていうガチャで、これも1回500円ぐらいするガチャで、すごいクオリティ高くていいガチャなんですよ。結構マニアに人気なガチャで、フトアゴンも100円で売ってるんだと思ってね。なかなか専門店とかに行くとフトアゴン100円では買えないかなと思うんだけど、これ何のガチャだろう。自然、なんかそっか、景色系かな、なんだろう。中には100均の恐竜とかも入ってるんで、そういうの避けつつ結構お宝を探していくといろいろあるんだよね。これはジュラシックワールドかなのぬいぐるみとか、こういうのもね UFO キャッチャーの景品なんだろうけど、実際取ると300円ぐらいかかったりするんでね。いや、もっと取れない時は取れないしね。安いですよやっぱり。ほらカプセル系結構あるでしょ。この箱の中はだいたいもう値段ついてないやつは1個100円で考えてもらっていいんで。右の方にはポケモンとかもあったけどね。あと恐竜とかそういう生き物系の大きいフィギュアとかはお子さんが好きとかいう方はいいんじゃないかな。ピカチュウ、これ割と最近で、こっちはちょっと古いのかな。ピカチュウの感じでわかる。ニャースもいる。ニャース、なんかペット系のロボだよね、ポケモンのね。昔ドラえもんとかもこういうのあってさ、すごい欲しかったの覚えてる。家にドラえもん欲しいみたいな。これね黒いレックーザのぬいぐるみで、価格高いんだけどめっちゃレアなやつなんですよ。これは妥当な価格なんですよねこれ。モルペコとかめっちゃポケモンやっぱいるね。やっぱりね全体的に価格っていうか価値が上がってきてるから、その分回転が遅くなって、あと売る人も増えたかなんかで在庫は増えてますね。でも普通に買うより安いことが多いんで、中にはねプレミア化してるやつも多いんだけど、ぬいぐるみはね、特にポケモンセンター限定とかのやつは結構プレミア化してるものもありますね。古いやつとか、あと色違いとか、あとメガ進化とか、そういう系が高いですね。全開じゃこっちロボ系かな。箱入りか箱なしかはね自由に選べる感じになってますね。年代順にも並んでるんで探しやすいです。はい、ということで今回はトイプラネット藤岡店さん群馬県のね店舗になりますでお買い物してきました。それではまた、バイバーイ。